韓国ソウル地下鉄新雲駅。着いた帰ってきた胡蝶わさび。髪の毛はもうないけれど今一番ボサボサして汚い時期やから帽子かぶってきたわ。ってことで今日行くところはこっち。精進料理ばっかりやったからかなり久々の韓国料理。たこ焼き。大阪から来たんですけど、しかも超能力たこ焼きとは。そんな赤ちょうちんを通り過ぎ新雲の街をこっちわさびが今日も行く。新雲駅一番出口を出てまっすぐ歩いていく。今日は雨が降ったりやんだり。これは韓国の格安コーヒーチェーン店ポンポーズコーヒー。黄色いコーヒーチェーンの二大巨頭の一つ。あれちょっと待って、やっぱりもう一つの黄色いコーヒーチェーンメガコーヒー。てか向こう側にもイディアコーヒー。こんなに大手格安チェーン店が並んでるってことは、この辺は企業にとってメリットがある立地ってことやろ。俺は一月コーヒー飲めんくって今でもコーヒー頭からかぶりたい。帽子じゃなくて。あら、オリーブヤングまである。この街なんでもあるやん。とりあえずお店に、おーいパリバゲット。韓国といえばというチェーン店だらけの新雲の街。だからといって今日のお店はチェーン店ではないねんで。床屋さん。今現在俺とは一番縁遠いところにあるお店。いやだってもう着るとこあらへんもん。ニット帽かぶってるけどニット帽も引っかかるぐらいの短さだし、お店の前で雨も降ってきた。ほら見えてきたで。着いた。早くもっこし비가 오는 날에는 이걸로 한 잔이지. 今日のお店はチェウォンカムジャタン。店頭にはイラストも描いてるけど、ここのカムジャタン結構そのままちゃんと描かれてる。営業時間は11時から21時まで。しかも材料なくなったら営業終了。まさかまだ残ってますよね。そんな期待を胸に入店です。こちらのメニュー、シンプルすぎて豚の鳴き声が聞こえてくる。お一人様用のピョヘジャング、それに加えてメインのカムジャタン、中と大がある。あとは各種飲み物と追加のサリメニュー。今の俺に必要なものは全部揃ってる。お知らせします。はい、何？中のお肉は大きいものと小さいものがあって、その骨で歯が欠けることもあるから、美味しくてもゆっくり食べてください。だって歯が欠けるのは自己責任や。誰かなんか言うたんちゃうのこれ。でもゆっくり食べろっていうのは守らなあかんな。じゃあ注文していこう。감자탕 중짜 하나랑요. 소주 한 병 주세요. 진로 한 병 주세요. 네. 久々の俗世界の料理でウキウキして、そんな時準備してくださった基本のおかずは角的、そして唐辛子とサムジャン。ガスコンロもテーブルに置かれた。来たー。コーヒー飲まれへんかってんからこいつも飲めるはずないやろ。一目見つめ合った瞬間に勢いよくぐる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 。俺の煩悩はこの中で渦巻き始めたでローリング。カムジャタンにこいつなしでは物足りない。何回も言ったことあるこのセリフ。都合の悪いことは忘れていっぱい入れていく。正真正銘、一月ぶりのこの味を浸透させた後、俺の唇は震え出す。カルカになき身に冷たし秋の雨。ありがとうございます。唐辛子を一本。でかっ長っ。サムジャンを添えていく。ガマちゃんごの口寂しいお口に、なんだかんだでこの唐辛子も一月ぶり。さすがに日本のお寺で唐辛子も出えへん。なんか俺の帽子みたいになってもうた。ほらめっちゃどうでもええこと言うてる俺。まだ出てけへんし。よし、基本アンジュでもう一杯といこうか。帰ってきて早々韓国の親父スタイルに大変身。
敵にも大変身。いらんってもうほんまそういうの。そんな時出てきた。店頭のイラストそのまんまやろ。課題表示ではないカムジャタンの登場です。もちろん中のお肉はすぐにでも食べれるけど、上に乗ってるエゴマの葉っぱやウゴジがたんまりやからちょっと温めていかんと。お玉ですくってスープシャワー。外は雨、鍋の中にも恵みの雨。正直こうやってかけてるだけでも香りが漂う。スープシャワー。このフレーズを言いたかったという説もあるが、中を見るとほら、スジェビもウゴジもこの笑顔。もちろんこの男もこの笑顔。やっぱりこういう料理は熱々がええから、もうちょっと時間が必要ってことで、角的一つ。俺大きめに切られたのが好きや。中からじゅわっと酸味が出てきたのを確認したら、鍋はグツグツ煮始める。じゃあまずは大きなお肉一塊を皿に移す。はみ出す大きさ。ウゴジもはみ出すはしゃぎよ。このビジュアルで食欲ボルテージが急上昇。気持ちだけが前のめりで、どこから肉をほぐしていってええか迷ってる。やっぱり一口目やからさ、がっつりガツガツいきたいねんけど、とっかかりポイントを見つけた。その瞬間を俺は逃さない。熱い。でもここぞとばかりに骨を引きちぎっていく。きたげんこつと化したお肉を韓国に帰ってきてからの一食目。大きく一口。荒ぶる岩のような骨。そこに花園はそっと息づく。噛むたびにお肉の味もお肉の適度な脂身も俺の血管の中で暴れ始める。下からもかぶりつくこの背徳感、最高。一月ぶりの撮影でちょっと忘れててんけど、俺真っ白なシャツなんや。みんなつけてはるやんか。あっちか。ふきエプロン持ってきた。これは家帰ってきて気づいたことやけど、エプロンかかってない部分に飛ばしてたことは秘密。さあ、両手が忙しくなるぞ。一月ぶりのお肉やしな。見ただけでいっぱいいける。その残像でぐぐっと喉に流し込む。で、そのままガブリ。カムジャタンは食べにくいというイメージはあるが、骨と骨の間のお肉がうまかったりする。苦労した分うまく感じるのか。そんな哲学的なことは骨と一緒に捨ててしまえ。いい感じにしなってきた。エゴマの葉っぱ。韓国ではいろんな料理にこのエゴマの葉っぱ入ってるけど、カムジャタンに入ってるエゴマの葉っぱが俺は一番好きかもしらん。ウゴジもカムジャタンには欠かせん存在。もっと欠かせないのはこのスープ。そんなスープに浸した野菜類も持ち上げて慎重にウゴジもエゴマの葉っぱも最高潮に熱を帯びた状態。ハフハフしてしまうが、ウゴジのシャキッと残る食感にエゴマの葉っぱの鼻に抜ける香り。そこにもう一段階、ガマの鳴き声を臨床。グラスを持ち上げて目に入る。マジで？サンシヨンさん？これ完全なる偶然やねんけど、俺が寺で修行してる間にソン・シギョンさんの YouTube で俺のこと言ってくれたって聞いたのよ。で、店の方に聞いたら、モグル店でここで撮影された。ソン・シギョンさん、いや、형님、감사합니다。형님 맞죠？형님 맞을 거야。この一杯はソン・シギョンさんに向けて。ビジョンさん普段ミコお会いしてへんから、またお会いできることを夢見て、エゴマの葉っぱにかぶりつく。もちろんお肉の大きさによって変わってくると思うけど、この日はお肉が5つぐらい入ってた。2、3人で来たら中を頼むのがベストな頼み方。せやせや、カムジャタンといえばこのからし醤油のソース。この容器の蓋も俺の帽子のように見えてしまう。またかぶりつきたいなと思って苦戦の予感。骨を分離していくと
端っこの小さい部分だけ取れてしまう。まあこれは結果オーライ。へへへへ、道筋が見えたよ。俺が持つ約 5% の力だけで肉がほぐれる。快感とはこのこと。しっかりと一口サイズにほぐれたお肉。ソースに直行。すぐにお口がお出迎え。カムジャタンって食べ続けてると最初はあんまり感じひんけど、お肉の脂気を感じる瞬間がある。そんな時このソースがしっかり脂気をキャッチ。そしてすぐさま確定。こいつもそういう役目のお仕事。適度な酸味と歯ごたえ。グッチョン。やっぱり骨の間のお肉が気になる。これあかんやつ。歯が骨の形に変形してくれたらええのにって思う瞬間。そういやなんか忘れてる気がするな。歯が欠けるかもしれんからゆっくり食べてください。そうそう、歯は大切。ゆっくりね。今見た張り紙をすぐに忘れるこの男。でも本当にここのカムジャタンはスープに深みとコクがあるのに後味はさっぱり。だからそんなスープが染み込むお肉もうますぎる。止まらない食欲。ほい、最後の境地にたどり着く。うごじ、エゴマの葉っぱをお肉と共に。スープをしっかり染み込ませた野菜たちがお肉の味も引き立たせる。ウィンウィン。ガマちゃんも一緒に。これだけなんてもったいない。ヘジャンをしたらガマを入れ、ガマを入れたらすぐヘジャンをする。そうです。これが輪廻なのです。ほんまに怒られてそんなことばっかり言ってたら。お肉だけではなく、鍋の中にはジャガイモ。こういうジャガイモうまいよね。熱々でホクホクさを感じると、ジャガイモの魅力で口の中の水分が全部持っていかれる。そんな時はスープよスープ。濃くてさっぱりと水分補給した後は、スジェビも登場。こういうカムジャタンのスジェビって大体が既製品やと思うけど、なんかうまいのよね。プニプニしてる。スープがうまいからよう合うのよ。一つじゃ物足りない俺はスジェビチャレンジ。あれ、何もなかったような雰囲気醸し出してるけど、あのプニプニさ、倍増させて。エゴマの葉っぱがサポートに入る。一つ入れたらすぐさま二つ目。そして原点に戻るこのスープ。鍋の中にはちょうど手頃な肉の塊。これはあれができそうやな。骨の部分を持ちそのまま口元へ。肉だけがポロリ。さあ、だいぶ落ち着いてきたところでパティシエを召喚しようかな。わかる人はわかると思うけど、俺はこの段階ではあれ行ってあれも行こう思ってたんや。저기요, 사장님, 양념살이 하나만 안 되죠? わざと残しておいた肉を取り出す。頭の中のシナリオは完璧やってんけどな。さて開始。お皿の上でお肉だけを分離させていく。肉の柔らかさに甘えるな。骨にくっつくお肉も忘れるな。そしてポツンと静かに置かれたラーメンさえ抱きし。それに応えるかのように鍋も沸き始める。オープン。鍋から目が離せない。ラーメンサリを浮かべてぴゃん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 。残ったラーメン口に入れても鍋から目が離せない。カムジャタンに入れるラーメンはできるだけ硬さを少し残したい。余熱で食感が変わるし、優しくラーメンを育てる。もう一方の手では瓶を傾かせる。右手と左手別行動。右脳と左脳が別行動。よっしゃ、そろそろええんちゃうかな。そこにお肉。こういう時だけ頭回るんよ。そんな時に店員さんがスープを追加してくれた。ちょっと濃いかも。優しい。ちょっとだけ温めた後、ラーメンをお皿に移していく。もちろん後乗せお肉も一緒。これがやりたかってんから。完璧やん。すくってきた黄金色に変身したラーメンをお箸で持ち上げると、湯気と香りで前が見えなくなる。フーフーをしながらも食べるタイミングを伺う。ここでは肺活量が物を言う。ずずっとすする。息が続く限りすすり続ける。初めから何も入ってなかったんとちゃうかというスピードで体の奥にまっすぐ落ちていく。さっきメニュー見て言ってたわ。
もともとはラーメン行ってカムジャタンのパティシエ召喚といえば締めのチャーハンでしょ。一月精進料理で量も少なかったから胃が小さなってもうて、これが最後の一すすりになってしまう。なんとも深く。最後の確敵。ラーメンにはやはり用ある。このスープ持って帰って家で作ったのかなと思ったけど、迷惑 YouTuber とか言われそうやし、我慢我慢。鍋に沈んでたじゃがいも、そいつを皿の上で潰す。これとチャーハン用あるの。名残惜しさが終わり時。この言葉を胸に刻み、お皿の中を空にしていく。韓国に帰ってきての一食目。うまかった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。一月ぶりの再会やったしな。だから最後の一滴まで。このお店狭いお店やけど、ブレイクタイムないからずっと人が入ってくる。もちろん美味しいからやけどね。ということで本日最後の一杯。やっぱり韓国はスープでいっぱいいけるよな。このスープで喉潤したら俺も歌うときあんな甘い声出るかな。ソン・シギョンさんのように。新雲駅にあるカムジャタンのお店。お肉はもちろんやけど、スープは濃厚でコクがあるのにさっぱり。雨に打たれても食べに来たいお店。なんや、ちゃんちゃんにスロー。ここでもゆっくりやって、ほんまにゆっくり味わってきた。いやー、大満足や。帰ってる途中、BBQ チキンもある。この通り韓国のチェーン店ほぼ網羅してんのじゃん。それだけ証券がっていう証拠やもん。資本金集めて大阪のたこ焼き屋でもオープンさせようかな。神通力たこ焼き。あかん、超能力がかぶる。ということで本日の食物語もこれでおしまい。잘 먹었습니다